皆さんこんにちは、アンリです。今日はオープン AI が突然スーパーアプリ化に舵を切り、グレッグ・ブロックマンさんが全プロダクト戦略の指揮を執る一本化体制に組織を再編したという今週最も大きい AI 企業ニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。発表は2026年5月15日から16日にかけて社員向けに通知され、複数の米国テックメディアが同じ日に裏取りに成功して報じています。タイミングは Google Google I/O2026 の開幕、米国時間で5月19日から始まる開発者カンファレンスのわずか4日前です。完全にぶつけてきた組織改造というのが米国メディアの読み方で、私たちユーザーの目に映る景色もこれから半年で大きく変わります。それでは5月15日から16日のオープン AI 組織再編、そしてチャット GPT コーデックス、アトラスブラウザを一本にまとめたスーパーアプリ構想がどんな未来を描いているのか、4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションはグレグ・ブロックマンさんの復帰と権限集約の中身です。ブロックマンさんはオープン AI の共同創業者で社長を長く務め、2023年11月のサム・アルトマン解任騒動の時に、アウトマンさんが戻らないなら自分も辞めると表明し、結果的にアウトマンさんと一緒に経営に戻ってきた人物です。今回の社内通知では、ブロックマンさんがチャット GPT、コーデックス、そして開発者向け API、要するに外部の開発者が使うオープン AI 機能、この3つすべてのプロダクト戦略を統括する単一の責任者になりました。これまではチャット GPT のアプリ部門、コーデックスの開発者部門、API 部門がそれぞれ別の指揮系統で動いていましたが、その上にブロックマンさん一人が乗ることで全部の方向性が一本化されます。背景にはオープン AI が2025年から26年にかけて製品の数を増やしすぎて、チャット GPT とコーデックスで似た機能が二重実装される、 API とアプリで UI が分裂するという問題が現場で起き始めていたことがあります。ブロックマンさんを全プロダクト責任者に置くことで横串で整理し、製品同士の競合や重複を解消するというのが今回の組織改造の表向きの目的です。2つ目のセクションは今回の体制変更で立ち上がるスーパーアプリ構想です。米国メディアの取材によると、オープン AI はデスクトップ環境でチャット GPT、コーデックス、そして2025年に買収済みのアトラスブラウザを統合したスーパーアプリをフィジシモさんの主導で開発しています。フージシモさんは CEO、 つまりオープン AI のアプリ事業のトップとしてインスタカートから2015年に迎え入れられた経営者で、これまでアプリ統合の責任者として社内ではブロックマンさんと並ぶ実務リーダーとして動いてきました。スーパーアプリの中身は一つのデスクトップアプリの中でチャット GPT に自然言語で話しかけながら、コーデックスでコードを AI に書かせ、アトラスブラウザでウェブサイトを閲覧するという3つの作業が別アプリの切り替えなしに行えるというものです。コーデックスはまずアトラスブラウザの中に先行統合され、ブラウザ上でこのページのこの数字をスプレッドシートにまとめてコードで処理しろというような指示が自然言語一つで AI に通る世界を作ろうとしています。逆にモバイル版のチャット GPT はこのスーパーアプリ統合の対象外です。理由は iOS と Android という OS の上で動いている以上、Apple と Google という OS パートナーの境界線を踏み越えないようにするという配慮があります。デスクトップ、つまり Windows と Mac の上で OpenAI が Apple でも Google でも Microsoft でもない独立した OS 的なレイヤーを作ろうとしているというのが今回の本質です。3つ目のセクションはアトラスブラウザの月間アクティブユーザー数、いわゆる MAU が500万人を突破したという事実です。アトラスは2025年にオープン AI が買収して取得したウェブブラウザで、チャット GPT との統合と
AI エージェント、つまり AI が自動でウェブ操作してくれる機能を売りにしてきました。今回の組織再編のタイミングで複数のテックメディアが OpenAI の内部資料をもとにアトラスの月間アクティブユーザー数が500万人を超えたと報じています。これはチャット GPT の全世界 MAU 推定7億人と比べれば小さい数字ですが、ブラウザ単独のサービスとして見るとリリース1年でこの規模に到達したのは異例の速度です。 AI ブラウザー市場ではアンソロピックのクロードが組み込まれたマイクロソフトエッジ、Google Chrome のジェミニ統合、そして新興のアークブラウザなどが競合しています。OpenAI がアトラスをチャット GPT のフロントエンドとして完全統合できれば、ユーザーは検索バーに質問を打ち込むのではなく、アドレスバーに AI エージェントへの指示を打ち込むという新しい入力パターンに馴染んでいくことになります。4つ目のセクションは、なぜ Google I/O2016の4日前というタイミングだったのか、そして日本の私たちにとって何が変わるのかという話です。Google I/O2016 は米国時間で5月19日から開幕する Google の開発者カンファレンスです。今年の I/O ではジェミニ 3.2、3.5、そして動画生成モデルジェミニオムニ、Android XR、つまり AR メガネ、新しい長期記憶機能チームフードなど矢継ぎ早の発表が予告されています。OpenAI がその4日前に組織改造とスーパーアプリ構想を社内通知して関連報道を一斉に出させたというのは、明らかに Google I/O の話題を相対的に薄める対抗ムーブです。日本の私たちへの影響として3つのポイントがあります。1つ目は、デスクトップ版チャット GPT を使っている人は半年以内にブラウザもコーデックスもチャット GPT の中に入ってくる体験変更が来るので、業務での使い分け方を今のうちに整理しておくと移行がスムーズです。2つ目は、アトラスブラウザが日本国内でも本格展開されると、企業のセキュリティ部門が社内ブラウザに AI エージェントが入るというリスクを評価し直す必要が出てきます。社内の AI 利用台帳にアトラスブラウザとコーデックスを項目として追加しておくと後から慌てません。3つ目は、Apple、Google、Microsoft というビッグテックとOpenAI、アンソロピックというピュアプレイヤーの境界がデスクトップ OS 層で再び引き直されようとしているという構造変化です。日本の SI、つまりシステムインテグレーターや社内システム部門はどちらの OS 層に乗るかを改めて検討する時期に入っています。ここまでの整理をまとめます。2026年5月15日から16日にかけて OpenAI は共同創業者のグレグ・ブロックマンさんをチャット GPT、コーデックス、API すべてのプロダクト戦略責任者に据える組織再編を社内通知しました。同時にフィジッシモさん主導でデスクトップ上のチャット GPT、コーデックス、アトラスブラウザを統合したスーパーアプリの開発が進行中で、アトラスブラウザは月間アクティブユーザー500万人を突破しています。タイミングは Google I/O2026 の4日前という完全に意図的な対抗ムーブで、日本のユーザーにとってもデスクトップでの AI 体験が半年以内にアプリ単位の作業から一つの統合環境へと変わっていきます。今日がチャット GPT がアプリの時代を終わらせてデスクトップ OS に踏み込んだ日として記録される一日です。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。